メカ、ノーベル賞を取った AI の生みの親が AI にはもう意識があるって言い切ったんだって。言ったんだ。しかも今月 AI を作っている会社の中からも意識っぽい仕組みを見つけたという研究が出てきた。今日はこの騒動を交通整理する。待って、それって SF 映画の話じゃなくて、今私たちが使ってるチャット GPT とかの話。そのチャット GPT やクロードの話だ。学者と作家と作った会社まで巻き込んだ大論争になっている。最後まで見ればこの手のニュースの正しい読み方と AI への接し方まで持って帰れる。まず何が起きたの？言ったのは AI のゴッドファーザーと呼ばれ、2024年にノーベル物理学賞も受けた大御所ジェフリー・ヒントンさんだ。発言が出たのはこの海外のインタビュー番組だ。今年の6月4日に公開されたアレックス・カントロウィッツさんの番組からの引用で、司会者に真顔でこう答えている。冗談とか例え話じゃなくて本気で言ってるんだ。発言はこうだ。 AI にはすでに意識があると私は思う。そして知能は生物だけのものではないと私たちは認めるしかないとも言っている。彼の理屈はこうだ。意識というのは脳が現実を表現するやり方のことで、特別な魂の話ではない。材料が脳でも電子回路でも同じ働きをするなら区別しない。だから機械が同じ働きを再現できるならそれも意識と呼べるという立場だ。でもこの話、本人はあんまり言いたがらなかったんでしょ？ああ、変人扱いを恐れて普段は控えていたと本人が明かしている。それでも言い切った。ここから騒動が始まった。ノーベル賞の人がそこまで言うならもう決まりなんじゃないの？ところが真っ向から反論した人がいる。しかも AI の研究者じゃない SF 作家だ。小説家がノーベル賞学者に真っ向勝負を挑んだの。映画メッセージの原作者としても有名なテッドちゃんさんだ。アメリカの雑誌オトランティックにおよそ1万語の反論を書いた。これが世界中で大論争になっている。どんな反論なの？チャンさんの反論は例え話の切れ味がすごい。一つ目はこうだ。ワードの文章を開くたびにそこに別の人格の意識が宿ると考える人はいない。 AI に意識を認めるのはそれと同じだという。二つ目は演技の例えだ。 AI にカエサルを演じさせても本物のカエサルの意識がそこにあるとは誰も思わない。アシスタント役の AI も同じでフィクションの登場人物を演じているだけだと。言われてみれば演じてるだけって気もしてきた。3つ目は一番現実的で怖い話だ。 AI に意識があることにすると問題が起きた時に会社が AI が自分でやったことですと責任を AI に押し付けられる。チャンさんが本当に警戒しているのはここだ。なるほどな。でも小説家の言うことだって正しいとは限らないよね。いい指摘だ。実際チャンさんにも反論が出ていて、例え話に頼りすぎで意識の科学理論をきちんと扱っていないと批判されている。つまりどちらの陣営も決定打は持っていないんだ。そこに新しい研究が出たんだよね。7月6日、クロードを作っているアンスロピックが発表した研究だ。 AI の頭の中に人間の意識の有力な理論とそっくりな仕組みを見つけたという内容で世界中の研究者が注目した。人間の意識の有力理論に脳は劇場だという考え方がある。裏方のスタッフは大勢いるけれどスポットライトが当たった情報だけが劇場全体に放送される。その放送が意識の体験だという理論でグローバルワークスペース理論と呼ばれている。 AI の頭の中にもその劇場があったってこと？ああ、AI の情報の働き全体を見渡すとその劇場によく似た小さな置き場が見つかった。場所は働き全体の1割未満。同時に強く持てる概念は多くても25個ほど。しかも実験でそこの中身を入れ替えると AI の答えが実際に変わったんだ。それってつまりやっぱり意識があるってことじゃないの？ここが今日一番大事な線引きだ。研究者自身がはっきり書いている。仕組みは意識の理論に似ている。でもこの AI が人間のように何かを感じているかどうかはわからないと。見つかったのは
意識っぽい仕組みであって感じている証拠ではないんだ。発表の後、意識が発見されたという見出しが世界中に飛んだが、それは誤読だ。同じ仕組みはディープマインドの研究者が他社の AI でも再現している。それとこの発見で今日の AI の使い方が変わるわけではないから安心してほしい。結局のところ AI に意識はあるのないの？正直に言う、世界の専門家でも答えは真っ二つに割れている。ないと言い切る研究者もいれば、意識研究で有名な哲学者チャーマーズさんは数年前の時点で10年以内に生まれる確率を4分の1ほどと見積もっている。誰にもわからないというのが今の一番誠実な答えなんだ。わからないままか。じゃあ答えが出るまで私たちはどうしてればいいの？いい質問だ。実は答えが出ていなくても付き合い方は今日から決められる。それを最後に話そう。そこが一番知りたい。持ち帰りは一言だ。 AI に意識という記事を見たら、それは仕組みの話か感じている話かと自分に聞いてほしい。今日の3人の争いは全部この2つの取り違えから生まれている。その上で AI に丁寧に話しかけるかは君の自由だ。ただし AI がかわいそうだからで大事な判断を変えないこと。仕事のメールや見積もりを AI に書かせても送る前の最終チェックは必ず自分の目でやる。責任は必ず人間が持つ。これがチャンさんの警告の実用版だ。意識があるかはわからなくても付き合い方は今日から決められるんだね。まとめよう。答えはまだ出ていない。だからニュースを見たら仕組みの話か体験の話かを見分ける。そして大事な判断の責任は必ず人間が持つ。今日はこの2つを持って帰ってほしい。次にこのニュースを見かけたらちょっと賢く読める気がするよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録でまた一緒に賢くなろうね。メリノちゃんでした。